こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まず ETF 関連では、米国のスポットイーサ ETF が予定通り7月23日に取引開始されると、シーボが発表しています。21シャーズ、フィデリティ、フランクリン・テンプルトン、インベスコ・ギャラクシー、バンエクが挙げられています。S1 の修正などで予定がずれ込んだりしてましたけども、今回は無事上場となりましたね。あと各社の手数料競争は現在このような状況になっているようです。グレースケールのイーサーミニトラストが 0.15% と一番低い手数料となっています。ナイス、ナスダック人のグレースケール、ビットワイズ、ブラックロックの取引開始日がまだ公開されてませんけども、これらが日程合わせてくるのかも注目となってますね。また昨日の米国の ETF のフローはまだ全体が公開されてませんが、グレースケールがプラスを記録してまして、今回も全体で純流入となりそうです。全体では11日連続の純流入を記録してます。ただ香港の方はビットコインがマイナス 44.97BTC、ドル換算ではマイナス300万ドル相当を記録してます。イーサーゼロとなってますね。あと世間ではクラウドストライクの不具合による世界的な混乱が話題になってますけども、このクラウドストライクの件と今回のビットコインの高騰が何かしら関係してるのではないかという見解が一部から出てます。でまずこのクラウドストライクというのは、パソコンのセキュリティソフトなんですけども、で今回アップデートを実施したところ、それをダウンロード、インストールした世界中の Windows OS のパソコンが正常に機能しなくなってしまったと。でこのクラウドストライクを使っている期間が結構あったみたいで、空港とか電車、銀行、医療関係のサービスがストップしてしまったという話ですね。で、この画像のように空港のディスプレイがブルースクリーンになってしまって、移動できなくなった人で溢れ返ってしまっています。あと、イーロンもクラウドストライクは全て削除したという投稿をしてまして、クラウドストライクの株価も暴落してますね。で、このクラウドストライクの件と今回のビットコインの高騰、何が関係しているのかというとですね、クラウドストライクといえばセキュリティ、セキュリティといえばブロックチェーン、そもそもこういう Web2 のセキュリティは分散型ブロックチェーンで解決できるんじゃないかという話が広がってですね、会話がちょっと盛り上がってるというね、すごい浅い話なんですけども確かに過去にも銀行破綻懸念から、その後上げ相場になったりしてましたから、トリガーとして若干期待されてるのかもしれないですよね。これから取り上げますけども、実際ここ最近ずっと米株とともに下がってたビットコインも、米株はまだ弱いのにビットコイン仮想通貨市場だけ単独で上がってる状況ですから、この見解もバカにはできないのかなと思いますね。あと今回クラウドストライクを否定したイーロンもビットコイン仮想通貨を推してますから、そういう面もあるのかもしれないですね。で、今回クラウドストライクのアップデートを担当した人は早速クビになって反対の声明を出しています。クラウドストライクの CEO はですね、解決に向けて協力していると声明を出してますが、この混乱がいつ収まるのか、また収まった後、ビットコインがどうなるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在66,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標は特に大きい動きはなかったんですけども、バイデンが撤退を噂されている中、来週から選挙活動を再開するという声明を出してまして、バイデン撤退という楽観的なムードからはちょっと落ち着いたように思います。ただ民主党の支持率は未だカマラ・ハリスに寄っている状況ですね。米国債金利は 4.24 を推移しておりまして、ナスダックが 19,522、S&P500 が 5,511、ダウ平均が 42,87、金ゴールドが 2,400 ドル、日経平均が40,63円、ドル円が 157.3 円となっております。デリバティブの方では7月26日満期のオプションが10万ドルあたりまでコールで集中してまして、市場はまだ強気であると見られています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 6.9%、額としては353億ドル相当と急増しています。比率としては全体ではショートが 53.9%、バイナスミはロングが 53.0% と下寄りになっています。今後の指標としては7月22日にドイツの小売、中国のローンプライムレート、
7月23日に米リッチモンド連銀製造業指数、米中古住宅販売件数、7月24日に米 PMI 速報値、米新築住宅販売件数などが控えております。米金利再度上昇から市場全体は未だ調整ムードとなってますが、ビットコイン仮想通貨市場は単独で強くなっています。予定されてたスポットイーサ ETF でこれだけ強くなるのは考えづらいんで、マウントボックスの債券者分配が進んでるというのもありますけども、やっぱりクラウドストライクなんでしょうかね。イーサよりもビットコインの方が強いですからね。チャートだけ見たら6万6000の攻防を抜けてまして、6万8000の攻防に向かおうとしております。6万8000抜けると、ATH コースが見えてきちゃいますが、このタイミングで抜けちゃうんでしょうかね。最近では週末にも動きが出るようになったんで、気が抜けない展開になってます。上は6万8000を抜けれるかどうか、下は再度6万4000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3500ドル、BTC 建ては 0.0525 と、昨日からは下がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 4.1%、額としては143億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.6%、マイナスにはロングが 64.6% と上やりになっています。ビットコインに対して遅れ気味ですが、スポットイーサ ETF は7月23日に無事取引開始となりました。あとはちゃんと流入があるかどうかですね。ここから数日間おそらく全銘柄の中で一番どっちに行くかわからない銘柄だと思うんで、好きな人以外は触らない方が良さそうですね。チャートだけ見たら3500から3600の一番抵抗の強そうなところを抜けきれてない状態です。抜けると強い形が作れそうですが、ここを弾かれるとなると3200あたりまで見えてきそうですね。取引開始まで果たしてこのまま上へ迎えるんでしょうかね。イーサの今後にも注目です。あとここからその他の動向になります。顧客資金の出金を停止していたビットフォレックスが出金を再開しています。ビットフォレックスは今年の2月に5700万ドル相当の資金流出が確認された後ですね、サイトにアクセスできなくなって、香港 SFC から操作されてました。しかし今回ビットフォレックスの方から2月以来の投稿がありまして、ビットフォレックスチームは中国公捜省警察に拘束され、捜査を受けてましたと。これによりプラットフォームにアクセスできなくなり、ユーザー資金を引き出すことができませんでしたと。状況がデリケートなため、ユーザーにタイムリーな通知を提供することができませんでしたと声明を出しています。中身を見ると、すべてのプラットフォームサービスを閉鎖し、包括的な是正を実施しますとのことなんで、出金はするけども、新規登録、取引は再開しないようですね。まだ真相がわからないですけど、取引所としてどうなるのか、今後の進捗に注目ですね。あとは韓国方面で XRP の取引量がビットコインを上回ったのも話題になっています。先日取り上げた CME が XRP の指数を提供するという話題から、韓国のトレーダー、インフレが高騰を煽ってですね、先物の OI が2倍以上増加して、結果的に取引量急増につながったとされています。韓国は最近仮想通貨の課税法案がまた2028年に延期されるというのも話題になってましたから、タイミング的にも、最近の XRP の単独上昇は韓国発端だった可能性が高いですよね。XRP の価格は現在 0.57 ドル、BTC 建てはマイナス 3.4%、時価総額は8位ですね。今はまた落ち着いてますが、韓国ムーブでまた盛り上がるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。